おはようございます。ケンです。日本市場で大きな動きがありました。テスラの充電規格に関する新たな政策が検討されているんです。これがテスラオーナーにどんな影響を与えるのか、そしてテスラ株にとってはどんな意味を持つのか、さらにテスラの株価が今週は下落スタートです。その背景には中国市場での新たな競争とアメリカの信用格付け引き下げが影響しています。今回はこの2つの要因がなぜテスラ株に打撃を与えたのかを見ていきます。そして投資家必見の情報もあります。アークインベストのキャシー・ウッドさんがテスラのブランドイメージについて語りました。短期的なリスクと長期的な成長、どちらを優先すべきなのか、彼女の発言から見えてくるテスラの未来戦略にも注目していきます。最後にテスラの新たな戦略として、アメリカでの LFP バッテリー生産強化についても触れておきます。これがコスト削減と市場拡大にどのように影響するのか詳細をお伝えしていきます。それでは早速本題に入っていきましょう。まずは日本で進行中のテスラの充電規格に関する動きについて解説していきます。現在日本政府はテスラのスーパーチャージャーに対する補助金制度を検討しています。これまでの補助金制度は日本独自の急速充電規格、チャデモに限定されていましたが、今回の見直しによってテスラの充電規格にも適用される可能性があるんです。ではなぜ今この動きが出てきたのか、背景にはアメリカとの貿易交渉があります。アメリカ通商代表部は日本政府に対してチャデモ規格のみに限定するのは不公平だと指摘しています。これによりテスラの充電インフラも補助金の対象になる可能性が高まったというわけです。テスラのスーパーチャージャーは充電スピードが非常に速いですし、圧倒的に使いやすいです。もしこれが補助金の対象になれば、日本国内でのテスラ規格の充電インフラ整備が一気に進む可能性があります。先日、マツダもテスラの規格 NAX を電気自動車に採用と言っているので、これを皮切りに一気に進んでほしいなと思います。テスラオーナーの皆さんにとっては、これは非常に喜ばしいニュースだと思いますし、ぜひ適用されてほしいなと僕も思いますけれども、皆さんもどうでしょうか？きっとね、適用されてほしいんじゃないかなと思います。今まではチャデモ対応の充電器しか補助金の対象にならなかったため、スーパーチャージャーの設置がなかなか進みにくい状況でした。しかし今回の制度変更によってより多くの充電スポットが整備されるかもしれません。一方で投資家の視点で見た場合には、これはテスラの市場シェアの拡大につながる重要なポイントです。日本市場はまだ EV の普及率が低いですが、充電インフラの拡充はその普及を加速させるきっかけになる可能性も十分にあると思います。つまりテスラの販売台数の増加につながっていくんじゃないかなと思います。ではここで一つ専門用語の解説をしておきます。チャデモっていうのは日本が主導して開発した急速充電規格です。主に日産のリーフや三菱アウトランダー PHEV などが採用しています。これに対してテスラは NAX っていう独自の規格を持っています。今回の動きはこの NAX 規格を日本でも普及させる狙いがあるということになります。この政策が実現すればテスラの充電インフラは一気に拡大し、オーナーにとっても大きなメリットとなるでしょう。さらに株価にもプラス材料となる可能性が高いです。では、ここからは今週のテスラの株価の動きとその背景について見ていきます。まず今朝ですけれども、今朝の取引でテスラの株価は約 4% 下落し、$334 7セントまで下落しました。しかしその後は回復し、現在は$342となっておりますが、先週の水準から大きく下げた形です。この下落には2つの大きな要因があります。一つ目の要因は、ムーディーズによるアメリカの信用格付けの引き下げです。ムーディーズはアメリカの信用格付けを AAA から AA1 に格下げしました。これはアメリカの財政赤字の拡大や債務上限問題が解決しないことへの懸念が背景にあります。格付けの引き下げっていうのはアメリカ全体の信用リスクが高まったことを意味しています。これにより投資家のリスク回避姿勢が強まり、テスラを含む多くのグロース株が売られる展開となりました。テスラのようなハイテク株はこうしたリスクオフムードの中で特に影響を受けやすい傾向があります。二つ目の要因は中国市場での競争激化です。中国市場では
BYD や NIO、そして Xiaomi などが新型 EV を相次いで投入しています。特に Xiaomi が発表した新型 SUV Sea Lion 07はテスラのモデル Y に対抗するモデルとして注目されています。Xiaomi の新型 SUV はテスラのモデル Y よりも価格が抑えられており、テスラのシェアを奪う可能性があると見られています。これにより中国市場におけるテスラの競争環境が一段と厳しくなっているんです。ここで投資家向けのポイントを整理しておきましょう。まず、アメリカの信用格付けの引き下げは短期的な市場全体の不安要因として捉えられます。しかし、長期的な影響は限定的だという見方もあります。なぜならテスラの売上の大部分は依然としてアメリカ国内の需要に依存しているからです。一方、中国市場での競争激化は中長期的なリスクです。テスラが今後も中国市場でのシェアを維持するためには新型モデルの投入や価格調整が必要になる可能性があります。この点については後ほど解説する LFP バッテリーの生産強化が鍵を握ることになるかもしれません。さて、ここで投資家の皆さんにとって重要な視点を一つ加えておきます。アークインベストのキャシー・ウッドさんが今回の株価下落について興味深い見解を示しました。彼女はイーロン・マスクさんの政治的発言や X での活動が短期的にブランドイメージを損ねていると指摘しました。しかし彼女は長期的に見ればテスラの成長に問題ないとも述べています。特にテスラのロボタクシー計画やエネルギー事業の拡大が今後の成長を支えるという見解です。ここでキャシー・ウッドさんが強調しているのは短期的な株価の変動に惑わされず長期視点でテスラの成長戦略を見極めるべきだというメッセージです。これは投資家にとって非常に重要なポイントです。まとめますと今回の株価の下落の背景にはアメリカの信用格付けの引き下げと中国市場での競争激化がありました。しかし長期的に見ればテスラの成長戦略は依然として堅調であり、キャシー・ウッドさんの言葉にもあるように今後の成長の鍵はロボタクシーやバッテリー事業とかエネルギーですね。そういったところの拡大にあると言えるのではないでしょうか。では、ここからはテスラの成長戦略に関する最新の取り組みについて解説をしていきます。今回はテスラがアメリカの国内で進めている LFP バッテリーの生産強化についてです。まず LFP バッテリーって一体何なのか簡単に説明しておきましょう。LFP バッテリーっていうのはリチウム鉄リン酸塩バッテリーのことです。これまで主に中国市場向けのモデル3やモデル Y に採用されてきましたが、最近テスラはこの LFP バッテリーをアメリカの市場でも本格的に展開しようとしています。その背景にはコストの削減と供給安定化の狙いがあります。LFP バッテリーは従来のニッケルやコバルトを含むバッテリーと比較して製造コストが安く耐久性にも優れています。例えばテスラが中国で販売しているモデル3の LFP バッテリー版は従来のバッテリーよりも寿命が長くサイクル回数も多いという特徴があります。今回テスラが進めているのはこの LFP バッテリーの強化型バージョンの開発です。この新型バッテリーは従来の LFP に加えて少量のニッケルを添加することでエネルギー密度を高めていきます。これにより充電速度の向上や走行距離の延長が期待されるということになります。さらにテスラはこの新型 LFP バッテリーの特許を申請していてアメリカ国内での量産体制を整える計画を立てています。これが実現すればテスラはアメリカの国内でのバッテリー供給を強化し輸送コストの削減にもつながる見込みです。ここで注目すべきポイントはこの LFP バッテリー戦略がテスラの収益構造に与える影響です。例えば LFP バッテリーはコストが安いため車両価格の引き下げにもつながります。これにより中国やインド、東南アジア市場での価格競争力が一段と高まることが期待されます。またキャシー・ウッドさんが言及したロボタクシー市場においてもこの LFP バッテリーは重要な役割を果たすと考えられています。長寿命でコストが安い LFP バッテリーはロボタクシーの運用コストを抑えることができるためテスラの収益性の改善にも寄与していくでしょう。ここで一つ今回の LFP バッテリー戦略が投資家にとって何を意味するのかこちらを整理しておきましょう。まず最初はコストの削減です。バッテリーコストの低減が利益率の改善につながります。
次に生産の拡大です。アメリカ国内での生産強化により供給リスクを回避することができます。そして3つ目に超寿命化です。LFP の耐久性がロボタクシー市場でも優位性を発揮していくことにつながっていきます。さらにこの LFP バッテリー戦略は中国市場での競争激化にも対応する狙いがあります。BYD や NIO など競合企業が低価格帯の EV を投入している中でテスラは LFP バッテリーを活用することで価格を抑えつつ性能を維持するという戦略をとっています。まとめますとテスラの LFP バッテリー戦略は単なるコスト削減策ではなく、長期的な競争力の強化のための重要な布石と言えるでしょう。特にアメリカ国内での生産体制が整えば、テスラの収益構造にもポジティブな影響を与える可能性が高いです。はい、ここまでテスラの最新動向について解説をしてきました。今回の動画では、テスラオーナーやテスラの投資家の方が知っておくべき重要なニュースを取り上げました。ここで今回のポイントをもう一度振り返っていきましょう。まず、一つ目のポイントは、日本市場での充電規格の見直しです。これまで日本の補助金制度は、チャデモ規格に限定されていましたが、テスラのスーパーチャージャーもその対象に含まれる可能性が出てきました。これにより、日本国内の充電インフラが強化され、テスラオーナーの利便性がさらに向上することが期待されます。テスラ株の視点では、このインフラの拡充が日本市場でのシェア拡大につながる可能性があるという点も見逃せません。次に2つ目のポイントは、今週のテスラ株価の下落です。アメリカの信用格付けの引き下げと中国市場での競争激化がテスラの株価の下落要因となりました。しかし、キャシー・ウッドさんの発言にもあったように、短期的な下落に対して長期的な成長戦略は依然として健在です。ロボタクシー事業の展開やエネルギー事業の拡大がテスラの長期成長を支える柱となる可能性があります。ここは引き続き注目しておきたいポイントです。そして3つ目のポイントは LFP バッテリー戦略です。テスラはアメリカの国内で LFP バッテリーの生産を強化することでコストの削減と供給の安定化を狙っています。特に新型の強化型 LFP バッテリーはエネルギー密度の向上や耐久性の強化が図られていて、ロボタクシーや低価格 EV 市場でも優位性を発揮できる可能性があります。今回の内容をまとめますと、テスラは短期的には株価の下落や中国市場での競争激化というリスクに直面していますが、長期的にはインフラの整備の強化やバッテリー戦略の推進により成長の可能性を引き続き維持していると言えるのではないでしょうか。日本のテスラオーナーの皆さんにとっては、充電インフラの拡充が生活の利便性向上につながるポイントになってきますので、テスラのスーパーチャージャーに対しての補助金が適用されるかどうか、これが今は非常に楽しみなところになっているのではないでしょうか。そしてテスラ株に投資をされている皆さんにとっては、短期的な株価の動きに惑わされるのではなく、長期的な視点で成長戦略っていうのを見極めることが重要じゃないかなと思いますけれども、皆さんは今日の内容いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの感想をコメントで教えていただければと思います。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は先ほども言いましたが、全体としては少し下げて現在342ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。今日の動画の最後にテスラに乗られている方にぜひ知っていただきたい保険のお話を少しだけさせてください。僕自身テスラを買いたいけれど自動車保険が心配という声をよく耳にします。テスラの場合、自動車の保険で困っている方が多いという現状があります。そんな中でテスラ専用保険サービスが生まれました。それがテスラ専用の保険代理店のアークエイドです。実際に対談させてもらいお話を伺ってみたところ、一般の保険ではカバーされにくい細かいトラブルにも対応してくれるかなり心強い保険内容になっています。僕の YouTube でこのアークエイドさんとの直接対談もさせていただいていますので、テスラに乗っているんだけれども保険は普通のままと言われる方はぜひ一度チェックされてみてください。はい、では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。